今日の話はですね、僕が下手な時に、どのように考えていたかという話をしたいと思います。基本的に僕はですね、書いたことないものは書けるわけないんですよ。で、下手なのは、基本的にたくさん書いてないだけか、書き方が間違ってるか、全く興味がないかのどれかなんですよ、多分ね。必ずですね、書けないっていうことにはですね、理由があるんですよ。だから僕は、自分が下手だとか書けないってことにコンプレックスなんか抱かなかったですね。だってコンプレックスって何なんでしょうね。ちょっと分かんないですよ。だってできないんですもん。書けないんですもん。だってやったことないんだもん。書けなくて当然、できなくて当然、だって今までやってこなかったんだからっていう、ただそれだけの理由なんですよね。なんで僕はうだうだしないですね。うだうだして上手くなんだったらうだうだしますよ。いや、うだうだ今日もですね、どうせ私なんかダメなんだって言っててですね、気づいたら上手くなったらですね、どうぞ皆さんうだうだ毎日言ってください。だけどですね、うだうだ言って上手くなんないんですよ、これ。いや、うだうだ言ってても絵描いてたら上手くなります、なんか。でもね、超下手な時も結構楽しかったですよ、僕。そう楽しさゲージで言うと、今と昔の僕どっちが楽しいかっていうと、正直全然書けない時の方が楽しかったかもしれない。ワクワクドキドキ不安がいっぱいみたいな。うまく書けないし、イライラするし、うまく書けた時の感動も大きいというのかな。逆に言うと今さ、自分の絵にすげえめちゃくちゃ感動するっていうのは昔ほどはないよね。なんでかって言ったら、僕の場合中高かなとですね、割と楽しくない時間を過ごしたんですね。なんか受験勉強とか部活とかね、あんまり自分の意に沿わぬ時間っていうのかな、あんま楽しくない時間を過ごしたんですよ。なので抑圧された状態からアニメとか絵を描きたいなっていう気持ちを爆発させたのが、その大学生とか学生の時だったんで、やっぱりその時の鬱屈した6、7年間っていうのはやっぱりですね、すごい爆発させた感じはあったんですね、学生の時ね。なのでやっぱり学生時代の3年間4年間とか、アニメーターになって最初の 2,3 年って、いや苦しかったですよ。苦しいんだけど楽しかったと思います、やっぱ。そういや、今は今で僕楽しいんですよ。なんか楽しさの種類が、なんでしょう、時間経過によって自分の下手な時や下手な時なりに楽しんでたし、今上手くなったら上手くなったなりの楽しみ方を僕はしてるんじゃないかなと自分は思ってるんですね、この自分の画力に対してね。じゃあ下手な時どう楽しかったかっていうと、やっぱ試行錯誤でしょうね。試行錯誤が楽しかったのはある。いろんなのを試してみて、資料を使ってみて、自撮りもしてみて、でもうまく描けなくて、なんでうまく描けないのか分かんないみたいな、どうやってこのダンジョンをクリアするんだろうというような楽しさで、今ね、そこまで僕は巨匠ではないとは思うんですが、割と今ね、冒険終わった後とは言いたくないんですけど、なんかレベル上げを地道に最後やってる、なんかゾーマ倒した後ぐらいの気分ではあるな、割と。で、まだ裏面があるらしいから、裏面をひたすら攻略してるような感覚。今ドラゴンクエストって本当に人生のですね、縮図としてめちゃくちゃよくできてて、なんかね、そんな感じ。ドラクエってレベルによってさ、レベル1全然つまんないってことないじゃないですか、ドラクエって。ロールプレイングって最初全然面白くないわけじゃないでしょ。下手で楽しくない理由っていうのはですね、他人と比較したら楽しくないですよね。だって周りの人自分より書いてるんですもん、自分より上手い人ってね。でその人よりも、うまく書けないと、いやそりゃそうですよ。だってその人より書いてないもん。そりゃそうなんですよ。そんなの気にしてもしょうがないですよね。だって事実ですから。だからね、自分の下手さとか書けないということを隠すんじゃないんですよ。隠したら絶対ダメなんですよ。むしろ大っぴらにですね、僕全然書いたことないんです、書けないんです、下手くそなんですっていうことを前面に出して、むしろ上手い人にですね聞きゃいいんですよ。それどうやって書くの、上手いねって、俺もそういう風に書けるようになりたいなって言えますか？僕言いますよ。でも子供ってそうですよ。子供っていうか赤ちゃんってそうですよね。だって赤ちゃんってですね、多分ね、大人がですねみんな上から目線なんですよ。赤ちゃんだって常にねハイハイしてますから、お前ら上から目線で偉そうだな、立ち上がってよ上からよって思ってるんですよ、多分赤ちゃん。分かんないけど立ちたいって思うんですよ、あれ多分見てですね、真似してですね、立ちたいと思うんですね、あれきっとね。で立ち上がってですね、歩き始めるわけですよ。あれ大人見て真似してで立ち始めるってことですよね。それと同じでですね、
皆さん自分はですね、超下手な人は絵描き赤ちゃんだと思ってるんですよ、自分のこと。全然自分描けないんだったら、まずね、赤ちゃんにですね、スパルタ教育というかですね、腕立て伏せとかやらすかよと。ね、100マス計算やらせますかって話ですよ。まずですね、生きてるだけで最高じゃないですか。まず赤ちゃんっていうのは、もう呼吸して、ただ、一日ちゃんと寝て、起きて、もう生きてるだけで最高なんですよ。完璧なんですよ、赤ちゃんって。ね。ってことは、皆さん絵描き赤ちゃんだったらですね、まず今日描いたら最高なんですよ。だって今まで描いてない人なんだもん。みんな今まで描いてきてなかったんですよ。だとしたら最初の最初はね、今日描いたらもう完璧ですよ。最高ですよ。もうそっから始めましょうよ。昨日描いてないことを今日描くようになったんですよ。すごいじゃないですかね。そこまでハードル下げましょうよ。だってまだ赤ちゃんですからね。これがですね、タイミングがいるんですよ。あまりにもじゃあきつくしすぎたら萎縮する、厳しく教えなさすぎたらもうひたすらですね、何をやってもいいんだっていう風にどんどん横柄になる。だから適切なタイミングで適切な負荷を加えるっていうのがすごく重要なんです。そのためにはよく見てる必要があるんですよ。自分の状況めちゃめちゃ似てませんか？これ育児と自分の絵を鍛えるっていうことがすっごい似てると思うんですよね。そういうことなんですよね。自分の様子を見ながらちょっともうだんだんなんでしょう、負荷が足りないなというか、なんか同じような絵をずっと描いてんなっていう風になってきたら、やや上手くなろうっていうですね、あるいは正確にしっかり描こうとかっていうですね方に行けばいいと思います。全然描いたことない人がですよ、プロがこういう風になると上手くなるよって言ってたプロになる人の話、今まさにこれからプロになろうとする人の話をやったらですね、うまくいかないと思います。多分辛いと思います。その人レベルに合った練習ってのがあるんですよね。それをですね超えるとやっぱりですね、オーバースペックっていうのかな、オーバーな練習をしちゃうとやっぱりですね長続きしないんですよね、辛くなっちゃって。なのでまずちゃんとですね、まず自分が楽しい絵をいっぱい描くとかね、今日は描いたってことだけでまずは満足するとかっていうところから始まり、徐々にハードルを上げてって、自分の、レベルに合った練習とか絵の描き方をするってのがいいんじゃないかなと。皆さんですね、早急にですね自分に対してですね結果を求めたりとかすればするほどだんだん楽しくなくなっちゃいますからね、絵がね。なんでそこら辺ですね、自分を使って、自分の中でもう一人の自分を育てるみたいな感覚かなと思います。これから何かなんでしょうね、上手くなる技術をね習得していくって言った時に、もう一人自分がいると思ってください。でもそのもう一人をどういう風に育てたらいいんだろうっていう風に考えたら、客観的に、育てられると思います。でね、これも結構あるのが、自分の絵イコール私、あなた、人格ですね。自分の絵イコール人格であるという風に認識する人が結構多いです。これはね、ある程度そういうところもあります。似てます。やっぱその人らしさ出ます。なので自分の絵が罵られたり人にバカにされるとですね、すごくショックですよね。その気持ちはわかるけれど、そういう時にですよ、だって俺そんな書いてねえんだからしょうがねえじゃねえかって切れちゃっていいです。はい。だって俺そんな書いてないもん、無理だよっていう風にですね受け入れるしかないんですよ。自分のことを他人がどう思うかなんて変えられるわけないじゃないですか。僕のことをこう思ってってさ、懇願したところでですね、考え方、自分の捉え方を訴えてくるクソめんどくせえやつだなっていう認識にしかなんないでしょ。他人の考えなんて変えられるわけないんですよ。ただし変えられることがあるんですよ。自分の認識とか考え方です。待てよ、こういう考え方もああいう考え方もあるんじゃないかっていう発想の転換をしていくことによってね、いくらでも何とでも言えるんですよ。例えば今全然うまくない、下手くそなんだよ自分、いいじゃねえかってね。だったらこのなんでしょう、今全然うまくないっていう、これ美味しくないか逆にみたいな、これ美味しすぎるだろう下手なこの俺、これがね数ヶ月後数年後にめちゃくちゃ上手くなってたら、これめちゃくちゃ面白いんじゃねえの、なんか俺はワクワクすんなみたいな、なんか孫悟空的なね俺はワクワクすっぞみたいな感じですよね。これ逆に美味しい展開のやつ、少年漫画のやつですよ。少年漫画の全然しょぼいんだけど、なんかこいつ修行して強くなる前の1巻とか2巻の頃の美味しい状態のやつですよ。で自分のことをですね鼓舞できるんですよ。これ
いやー、こう光の子のですね、なんかサイがこうなんか乗り移った直後ぐらいのこうすごいヘッポコマシンみたいな状態、ヘッポコマシンっていうかね、ヘッポコ状態可愛いじゃないですか。いい状態だなーって。むしろそこら辺がですね、巻が進むにつれて懐かしく思ってですね、もう一回そこを読み返したくなることってよくあるでしょ。そんな感じ。昔の俺も本当、昔の俺の下手くそな絵とかそんな感じですよ。いやー、なんか下手なりにすっげー頑張ってんなみたいな。そう、下手だとねすげー頑張るんですよ。でね、これね面白いんですけど、今の僕は 120% 出すことってそうそうないっすよ。ただその時の僕多分ね 120% マジで毎回出してたと思う。そうだけど今の僕の方が形の整った絵はね、一発で一瞬でほぼ一発で描けるよそれ。だけどどっちが気になる、なんでしょう、印象に残る絵なんだって言って、やっぱね下手くそな時の絵の方がね印象に残るんです。やっぱりね、そんだけうまく描けないからこそ念が入るんですよ、ね。でもね、皆さん下手な時には僕やってたことはですね、結局やっぱ見ながらは描いてましたよ。とは言っても、だって描けないんだもん。うまく描けないんだから、下手だけどそれはですね、他人と比較してうまくなろうじゃなくて、とにかく今自分が考える最大にうまい絵を描くっていうことが僕にとっては一番楽しいことだったんですよね、それが。なので毎回ですね、資料を見たり、どうなってんだろう、こうなってんのかなとか、その時あるまあね、材料でちょっと作ってみたりとか、いろんな形でありとあらゆる形でやって、いいじゃないかってね、昨日より全然うまくなった、1ヶ月より全然うまくなった、1年前よりもう別人のようにうまくなったっていうのをですね、最初の 2,3 年じゃないと味わえないんですよ、これ。最初の 2,3 年だけ限定で楽しめる期間なんですよ、これが。まあまあちょっと上手くなるとですね、そんなに成長しないですから、人は。最初の 2,3 年は爆速で上がるんですよ。その時が一番楽しいんだよね。だから皆さん下手だから辛いですとかつまんないですって意味が分かんないんですよ。一番楽しい時期じゃない、それだって書き始めでしょみたいな。それ一番楽しい時期ですよ、どっちかっていうと。で今一番全然下手なのに全然楽しくない人多分間違ってます、やることが。多分やってること絶対間違ってる。レベルに合わない練習してる、いきなりわけわかんないなんか義務感で教本の模写とかしてる。で全然だから多分おそらく下手なのに楽しくない人は多分チューニングが間違ってる、もう完全に。全然楽しくないことしてる。それは多分間違ってます。楽しいって何なのか、テンションが上がるって何なのかっていうと、チューニングがうまくいってる状態なんですよ。だから下手だったら楽しいはずなんですよ、絶対。下手なのにつまんないのは多分ね間違ってます。だからそもそも今やってることを疑った方がいいです。なんか自分に対しては甘くて厳しくていい、なんだそれって話ですよね。自分に対して必要とあれば甘くするし、必要とあれば厳しくするね。でこれをですね、タイミングを見て使い分ける。常に自分に対して厳しすぎる人は潰れる。で自分に対して常に甘い人は何にもなれないね。だからこの両方を組み合わせる、これがやっぱもうめちゃめちゃ重要で、それを自分に対して、必要とあれば甘くする、必要とあれば厳しくすることを交互に繰り返す。どっちかだけだと潰れます。はっきり言って潰れるっていうか、何にもなれないか潰れるかのどっちかです。多分ね、皆さんねどっちかはワンパターンなんじゃないかなと思う。自分に対して甘すぎるのか、自分に対して厳しすぎるのか、ちょっと皆さんここにいるねチャットを結構171人聞いてくれてるねの中でちょっと自分の判定してみるといいと思いますよ。結局自分のなんでしょう、体を使ったっていうか実人生を使ったロールプレイングゲームじゃないですか、自分の絵描き人生っていうのはね。絵描き冒険のロールプレイングいいタイトル出なかった。絵描きクエストですよ。絵描きクエストですよねのゲームをね、やってるのと同じじゃないですか。そうするとやっぱり自分のこの下手くそだった時も上手くなった時も、初めて100いいね1000いいねした時も、ちょっと有名な人にリツイートいいねをされた時もですね、こう自分の冒険の勲章なんですよ、これがね。自分の冒険だからこそこう楽しいんですよ。今 AI がとかさ、なんかあるいはなんかもう活躍してるなんか自分より若い子がとかさ、それは人の話ですよね。どうでもいいですよね。面白くもなんともないですよ。だって人の話は別にそうなんだみたいな感じですよ。いや自分の冒険の章だからさ面白いんじゃないんですかね、それ
だからね、本当に初心者、今全然書いたことない、あるいはこれからアニメ習得受講してくれるとこの4月からねっていう人はですね、最初にうまい塾生さんいっぱいいて、こんななんかところで自分なんか書いていいのかなとかいや条件なんてないですから、もうね書きたきゃ書きゃいいんですよ。下手な課題は出しちゃダメって書いてありますか？僕のその課題のどっかにさ、全然下手な人は出しちゃいけませんって書いてありますか？勝手に自分で壁を作って、勝手に自分でですね制限を加える、自分の能力に対して。これがですね一番ダメなんですよね。結局何が自分の成長を止めてるかっていうと、一番はですね自分の思い込みです。勝手なです。どこにも書いてないんです。それあなたは下手だから書いてはいけないってどこに書いてあるんですか？それ自分のね、なんかわかんない岸辺露伴的ななんかペラってこうねページ、自分の顔のなんかページめくるとですね、お前は書いた下手だから書いてはいけないってページがあるんですよ。それペリペリってこうね破ってですね捨てればいいんですよね。だってそれあなたの思い込みですもん。それあなたの感想ですよねってやつですよ。そう下手だから書いてはいけないっていうのはですね、あなたの感想です。はい、昔誰々にバカにされたから私は書いていけない、それもあなたの感想ですね。その人がお前下手だからお前みたいなやつは書くなってね、こういう人はですね大体自分の人生に絶望してるんですよね。そういうなんか足を引っ張るような人っているじゃないですか。家族だろうが友人だろうがね、いるでしょ、身の回りに。お前は下手だから書くなみたいなね、こう意地悪なこと言う人って大体その人ね自分の人生に絶望してます。そんなやつの言うこと聞いてどうすんだよね。俺はそんなこと絶対言わないしね。今楽しく生きてる人が人の足を引っ張らないんですよ。面白そうじゃんね。面白いと思うんだったらやってみたらって多分言うと思いますよ。ほとんどの人、今楽しく生きてる人、今楽しくやってる人、生きてる人、こういうの書いてみたいんですよね、僕全然書いたことないんですよっていうのに対して、お前は下手だから書くなっていう人いますか？いないでしょ。絶対言わないです。自分が面白そうだと思ったらやってみればって。なんでか、その人がそういう人生を送ってるからですね。その人が常に面白そうだな、やってみようと思ってるんですよ。その人自体が今活躍してる人、上手い人、今人生を楽しんでる人はこれ面白そう、やってみようをひたすら繰り返してるんです。今絵で食ってるとはいえ、それ以外でも趣味があるっていう人はですね、これ面白そう、やってみようをひたすら繰り返してるんですよ。だから今その人はすごいことになってるんじゃないですかね。はい、お前は下手だから書くなというやつにろくなやつはいません。そんなやつは人生も楽しくないです。よく見てみてください。そんなやつの言うことを聞く必要はなしね。熱量って科学ですよ。健康じゃないと基本的に熱量出ないんで、やっぱ筋トレしたり運動したり飯食ったりちゃんと寝たり、あと適度にストレスを解消したり、全部科学だと僕は思ってます。まして、やる気を出すのも技術のうちっていうですね、なんだっけ、あの人佐山悟だっけあれタイガーマスクの人の名台詞があるんですよ。自分でどうテンションを上げるかっていうのも実はさっきと同じで、この世界を自分はどう捉えてるかってことなんですよ。その認識をずらして、どうしたら自分はやる気を出すんだ。やる気を出すのは結構難しいかもしれないけど、少なくともどうやったらまた自分は絵を描きたいと思うのかっていうことを考えてほしいかなと思う。描かなくなる理由っていうのはいろいろあるんですよ。多分いろいろあるんですよね。今日いっぱい話したと思いますね。おそらく何かなんです。どれかなんです。やる気を出すのも技術のうちです。自分のテンションどうやったら書く気になるのかなって。ある時は厳しく、ある時は優しく、ある時は手を抜いて、ある時は手を抜かない。今日はどうしたら一番やる気が出るんだろうか。どれか一つにすると絶対多分うまくいかないから。では皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。今日はこんなところで終わりたいと思います。じゃあねー。